んこんにちは、はるかねです。今日はこちら男性型のねネンドロイドドールのパンツズボンを作っていきたいと思います。型紙はこちらで、概要欄にね型紙のリンク貼っておきますので、ダウンロードして A4 縁なしで印刷してください。印刷するのがね難しい方は後ほど材料紹介の後でねスクショタイムを設けますので、そちらをスクショしていただいて方眼紙に書いて切り出してください。それでは材料を紹介していきます。まずは生地ですね。今回はねポリエステル 100% の生地を使っていきます。視聴者さんがね見やすいようにグレーの生地に赤い糸で縫っていきますが、視聴者さんが作る時は、生地とね同じ色のこのようなね同じ色の目立たない色や、透明の糸とかをね使って作ってください。それからベルトのね、バックルにするためのクリップとクリップを加工するためのプライヤー、そしてベルトになる 3mm 幅のリボンと、そして、端処理に使うねライターですね。それからハサミや針を使って作っていきます。はい、では型紙のスクショタイムです。こちらね、1マスが1センチになってますので、スクショを見ながらね方眼紙に書き写してもらえれば使っていただけるかなと思います。はい、そしたらね型紙に合わせて生地を切っていきます。このようにね2枚になるように折って、そしてしっかり待ち針でねずれないように留めて切っていきます。はい、このようにね切れました。そしたらね、この型紙はね縫い代を含んでいないので、生地を切るときはねこのように 3,4mm のね縫い代を確保して周り切ってください。中央のね穴のところは切らなくても大丈夫です。さて、生地が切れたら端をねライターで軽く炙って端処理をしておきます。では縫っていきます。はい、ではね型紙だけ取り外して2枚重ねた状態で、このね生地はちょっとあんまり裏表がないので普通に重ねてるんですけど、一応中表にした状態で、こちら側がお尻側、こちら側が前側で、お尻のこのラインと、そして前のねこの先から上に 5mm の部分だけを縫っていきます。そして、ネンドロイドドールとかね帯強い位置とか小さすぎるお洋服を縫う時はね、生地がごわつかないように糸1本とかね、玉留めせずに縫っていきます。で玉留めしなくてもねここ3回縫ったらもうそれで止まるので、その方法で縫っていきたいと思います。このようにね3回縫ったら引っ張っても取れないので玉留めしなくても大丈夫です。縫えたら終わりもね3回縫って糸を切ります。では次ね前の方を縫っていきます。股の部分とねお尻側が縫えたら、このようにね前の部分を少しだけね折り返して待ち針で留めて、だいたい 2,3mm このように縫っていきます。はい、このようにね縫えたら、そしたら開いてこのね真ん中を合わせて待ち針で留めます。そして足を揃えてねこちらも待ち針で留めます。そしたらこのね股下の部分を縫っていきます。
は次にねウエストの部分と足の裾の部分をね 3mm ほど折り返して縫っていきます。こんな感じでね折り込んだら縫っていきます。はい、このようにねウエストの部分と裾の部分がね縫えたら一度ねフィッティングしてみます。はい、こんな感じでね、これで完成でもいいんですけど、ちょっとねシルエットがねあんまりよろしくないというかすっきりしてないので、この辺をねこう絞る感じで縫っていきます。でそのね縫うラインがこちらの型紙のね真ん中の白い部分に当たります。切らなくてもいいのでね、切ってもいいんですけど、切るとやっぱりちょっとごわついたりするので切らずにそのままこのラインを縫っていきます。はい、ではね、人形から脱がしてズボンをねぺったんこにした状態でウエストから1センチ、裾から1センチまでねこの間隔をねこういう風に縫っていきます。サイドを絞るようにね縫えたらひっくり返していきます。はい、こんな感じでねひっくり返してドールに着せてみました。そしたら次にねベルトのバックルとベルトを作っていきます。まずねクリップを開いて、ひらがなののの字とかね、数字の8の字になるようにカットしていきます。だいたいね幅 4mm ぐらいになるように折り曲げて、こんな感じにね作ります。そして端をねライターで炙ったリボンを通して、そして一旦ねここで縫っておきます。横へねぐっと引っ張った状態で縫っていきます。そしたらこのベルトをねこの位置に縫い付けます。はい、このようにねベルトが縫えたら次にねベルトループを縫っていくんですけれども、ベルトループの縫い方がまずね針に半分に折った糸の状態でここを通していきます。そして4本になったらねこれを玉留めします。くるっと回して抜く。これでね縫っていきます。はい、では場所なんですけれども、だいたいねこのズボンの真ん中のこのラインですね、この辺に一つ作っていきます。だいたいねリボンよりも少し太めのぐらいの太さに設定して、そして一回ね普通に縫います。そして少しだけね余裕を持たせて、こういう感じで通して、そして通した穴にね針を一回通します。こんな感じでね同じようにそれを繰り返していきます。
そうするとね、こういう三つ編みみたいな状態になるので、これでここでね玉留めして留めていきます。はい、こんな感じでね、同じものをねあと4つ作っていきます。はい、こんな感じでね縫えたらリボンを通していきます。でこのままねこうなかなか通らないときは針などを使ってねちょっとこんな感じで通してあげてください。はい、これでねネンドロイド用のパンツ完成です。はい、こんな感じでねシャツと一緒に着せてみました。このねベルトのタイプだとね、シャツインさせることもシャツアウトさせることもできるので、割と使い勝手がいいかなと思います。後ろはこんな感じですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かった方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。高評価をねたくさんいただけると次の動画を撮るモチベーションにつながります。で特にね私は評価がないと本当にやる気が起きない人なんで、お尻を叩くつもりでぜひ高評価よろしくお願いします。それからインスタグラムやね、ツイッターのフォロー、そしてお友達へのシェアもよろしくお願いします。今回の型紙なんですけれども、こちらの型紙を作った作品はハンドメイドサイトとかでね販売していただいても OK です。その際にねできればはるかね TV の型紙で作りましたと明記していただけましたら、チャンネル登録者も増えるんでね、ぜひみんなでドール人口を増やしていきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。